ミドルを上げましょ上げる。う。もうこれであ、もう100点にほぼほぼ100点の音作りの気が。はいどうも始まりました。本日はスペシャルゲスト、ギタリストそしてビデオグラファーとしてご活躍中の川村健二君。どうもです。川村健二です。よろしくお願いします。はい。本日はこれこれかべってますがマーシャルの音作り動画ということでですね、やっていきたいと思います。健二君以前所属されていたトライブレイン、メジャーでずいぶん長い間ご活躍されてましたけれども、僕がそのね、健二君のライブにお伺いした時にめちゃめちゃかっこいい音したんですよ。ありがとうございます。マーシャルでいや本当にもう本当にねかっこいい音したんですよ。でもうマーシャルの音作り撮るなら一緒にやりたいなということで、僕もその長くバンドやっていたんですけど、いろんな全国ツアー回ってた時にやっぱマーシャルを使うことが多かったんですね。で最初すごい苦労してたんですけども、音作りに、ある一つのボタンでもう激変したんですよ。マジですか？それを今回やってみたいと思います。ありますありますあります。まずはこの JCM2000 からやって、その後 JCM900、そして JVM シリーズについてもやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、やってみたいと思います。それではですね、まず、スタジオ入って JCM2000 があった。ここからどうしようというところで、いろんな個体差が結構マーシャルってあるんですよね。結構あるんですよ。なので、まずどんな音が鳴るかわかんないからということで、まずこれをね、全部、12時の方ね、EQ を、EQ をですね、わかんないからどんな音ですかわかんない。取ります。で次ボリュームですね。でボリュームはちょっと大きさの加減があるのでこれ2にして、でこの原因っていうのは原因をちょっと上げておくと、でこれだとちょっと音量が小さいじゃないですか。ちょっと上げていくと、でこれがよくあるマーシャルの音ですね。なんかこうだとちょっと耳に痛いというか、ですよね。でしかもなんかチャキチャキ音するから、いやこれ僕も困りましたね。これ困るよね。これでそうエフェクターを踏んでもなんかシャバって音してしまうっていうのがあると思うんですけども、さあここでこのクランチっていうのをね押すんですよ。これを押すと、あ痛い痛いってなるんですけど、痛いってなった時にまずボリュームをちょっと下げて、でこの原因を下げるんですよね。ちょっと下げてみましょうか。じゃあこれ1にしてこれ3ぐらいですね。これだとさっきよりちょっとなんか痛くなくなった感じがしないですか？これね今西君がJC120 の回でやってたような感じなんですけど、ディストーションをちょっと上げるってあるんですよ。カチッとあれやるとね、変な余計な老感とかがなくなるんですよね。確かに確かに。でちょっとね熱いホットなことになるんですよ。でこれでまだちょっとなんか硬いじゃないですか。硬いので初めてここでイコライザーっていうのをいじります。でこのプレゼンスっていうのはちょっと高い音なので、そうですね、トレブルよりも高い位置の音がプレゼンスですね。でマーシャルってね結構ね、がっつり EQ をカットしたりとか、減らしたりとかしても全然大丈夫なんです。これポイントですね。マーシャルはがっつり EQ 回して全然 OK。トレブル0とかプレゼンス0で設定するのも OK でございます。じゃあ痛いからもうここ全部カット。何をプレゼンスをオールカット。ちょっと痛いからカット。これでも全然なんかちょっと柔らかくなった感じしますね。でこれでちょっとだけ音量上げてみましょうか。カットした分ね、ボリュームちょっと上げる。なんかちょっとノリが良くなってる。いやすでにいいな。もうすでにいいですね。意外とこの時点でももう全然いいじゃないですか。ね、これ全然このフェンダージャパンの5万円のギターだったんですよ。中古屋さんで買ったギターでもこれだけいい音する。でもうちょっとだけ張りを持たせたい。このアンプだけで張りを持たせるんで、ちょっとだけこの原因をちょっとだけ上げるんですよね。ちょっとだけ上げる。このクランチにしてこの原因っていうのは結構決め手なんですよ。そうするともうなんかちょっとまろやかになってる。しかもね全然違う初めと。なんか弾きやすくなってるんですね。これがまたすごいナチュラルなクリーンってあるじゃないですか。あれだと
なんかドクリーンってやつですね。そう、ドクリーン、スーパークリーンなんですけど、あれだとなんか弾きづらかったりとか、頑張ってこう鳴らさないと、いい音って出ないじゃないですか。これはもう逆にこのクランチを押して弦をやると、なんか逆に優しく弾いた方がちょうどいい。これ今すごく優しく弾いてます。でこれ強く弾くともう張りのある、クランチまでいかないけどクリーンみたいな感じの音になるんですよね。これがもう下地作り的にはもう OK ですね。なるほど。はい。それでですね、でこれでまだちょっと痛いなって言った時に、このトレブルを初めて若干だけ下げる。ここで若干、そう今でも全然大丈夫なんですけど、ちょっと痛いなって言ったらこれでちょっと時計で1時間下げ、今メモリで4ぐらいです。11時。はい。これどうですか？いいですね。僕こっちの方が好き。そうなんですね。僕はねこのイコライザーっていうのは基本的には僕減らすものだと思ってるんですね。よくミックスとかでもあるんですけど、そうですね。そうなんですよ。例えばなんですけど、アンプってローカンをすごい出したいなと思っても、アンプによって特性が違うから出ないものは出ないんですよね。だから無理やりこうローカンを出したとしてもそんなになんかすごいスーパーローみたいなのは出ないんですよね。確かにこの2000の場合だとこれぐらいのローが出てれば全然十分だと思うので、これで作っていきたいと思います。でこれでちょっとだけミドルを上げましょう。上げる。ミドル上げる。楽しみ。どうだ。もうこれでもう100点にほぼ100点な音作りな気が。でこう下地をつけていくとこのミドル上げただけでもちょっとローが引っかかってくるというか、ローもちょっと上がるんですよね。一緒に紐ずれて芋づる式に上がるみたいな。これでも全然いい音だと思うんですけど、どうでしょうかね。じゃあせっかくなんでちょっとこれでなんかフレーズ弾いていただくと。そうですね。いいですね。ロックなサウンドのクリーンみたいな感じが出てくると思います。素晴らしい。先生質問があるんですけども。はい。何でしょう。マニーさん何でしょう。リバーブ、僕ねマーシャルリバーブ結構好きなんですけど、リバーブってどういう時にこう足すとか普段どうしてるか。はい。ですね、僕はですね、リバーブはちょっと硬いなとか馴染みがなんかないというか、分離してる時にやっとここでリバーブを結構マーシャルのリバーブって効きがいいので、ちょっとだけメモリだと1ですね。隠し味。もうこれぐらいでなんかちょっとほわーんとするんですよね。ほわーんとするぐらいで。なるほどね。いいですよね。なのでペダルボードにディレイとか入ってる人、もしくはリバーブがペダルに入ってねソロの時とかバーンってリバーブかけたりする人は、それはそれでかけてよくて、こっちはあくまでこのちょっと部屋の鳴りというかほわんとしたような部分を担うためのリバーブっていう考え方ですかね。はい、続いてはこちらもいらっしゃいませ。まあね、マーシャルのアンプを先ほどアンプ直でしたけれども、基本的にはやっぱりエフェクター使うと思います。で今日は皆さんにも馴染みのある TS9 持ってきていただいてまして、何を考えたりどういう役割分担で使っていくとかっこいい音ができるのかっていうところを聞きたいんですけど。やっぱり今マーシャルで土台作りのクリーンはすごいいい感じできたので、これで普通にクリーンチャンネルでやるより、もうエフェクターの能力がね 100% 以上出てしまうんですよ。全然音違う。今日はなんか食いつくようなワードいっぱい出てますね。今の状態でこれにもう普通の TS9 です。ボリュームちょっと下げ目で、ドライプログラムかな。じゃあこれで押してみましょう。さあどんな音が出るか。もういいですね。すでにかっこいい。でこれをもうちょっと歪み足したいなと。で歪みを足すと高い成分がちょっと上がってしまうので、ちょっとこれでねトーンを下げ目にして、これでやってみましょう。
ってきますよね。いやそうかっこいいですよね、この組み合わせね。そうなんです。じゃあこれで普通のクリーンチャンネルでやってみましょう。これでこのさっきクランチオンにしたやつをこれお振るとお振ってちょっと原因はちょっと音量が下がっちゃうのでちょっとこれ上げてみましょうね。さあこれでまずこのやっぱちょっとペシャッとしてるじゃないですか。確かにね。でこれでこのエフェクターをオンしてみるとやっぱコシがないね不思議ですよね。どっちの音がいいかっていうとやっぱりこっちのクランチを入れて、ちょっと下げますね。こっちの方が良くないですか？絶対こっちですね。絶対いいんですよ。でこのアンプ側がちょっとクランチ歪んでるっていう技は、本当にマーシャルだけじゃなくて、いろんなアンプで応用できる。そうフェンダーとかでも全然使えますし、もう全然いろんなアンプでやってみてください。クランチのスイッチないんですよ。ない。大丈夫ですか？クランチのスイッチが。いい。かっこいい。いいですね。もうちょっと聞きたかったぐらいいい。